ワルツのインタビューチャンネル。でコーチング、じゃあそこで衝撃的な出会いをして、そこからじゃあまずコーチングを結構学び始める感じになりますかね。そうですね。数ヶ月に1回に、その次のコースに行くっていうので、5つのコースがあるので、5つのコースを、それ半年とかね、1年弱かけて修了して、で、その後、資格コースっていう、今上級コースっていうんですけど、プロフェッショナルのコーチになるためのコースがあって、で、そのコースに行って、で、その以外にもリーダーシッププログラムっていうのがあるので、そういうのにも参加してみたりっていう体験型の、なんでしょうね、こう頭で分かるだけじゃなくて体で経験するともう戻らないっていう、そういうね体験学習をすごくこう受けて、で自分もすごくいいなって思ってその道にこう入っていくっていうことになります。それまではさっきの話でもロジカルシンキングというか頭がっつり使ってきてる分、相当インパクトでかいですよね、きっとですね。いやもう人生にすごくこう衝撃が走ったし、やっぱなんかすごく変な言い方ですけど、こう人生の恩人っていうかね、お世話になった方たくさんいてあれだなと思うんですけど、コーアクティブっていう考え方とか、相矛盾するものが同時にこう抱えることによって新しいものが生まれていくっていう、コーチングもそうなんですけど、なんかそこへのこう面白さや探求がその時始まったなって思っていて、今のね子供抱えながら仕事していてこういいってなるような中でも全然取り戻せていくっていう、それの礎っていうのはそこにあるなって思っています。コーアクティブというものを話し始めると多分5時間あっても足りないんで、それはちょっと備考欄にちょっと貼っときますね。はい、でそこからはどんな経歴ですか？そうですね、本当にそこから、自分が学んでいることを生かして仕事につなげていったり、例えば組織開発だったり会社の中のビジョンを作っていくプロジェクトをやっていったりとか、そういったこう仕事をしながらプロコーチ、新規事業の立ち上げのリーダーの方にコンサルティングはしてたんですけど、じゃあ私はもうコーチに特化してコーチングを提供するとかね、そんな風にこうプロのコーチとしての活動を広げていったっていう形になります。じゃあもうコンサルティングは、徐々にかもしれないんですけど、もう途中でもやめてった感じになるわけですね。もうなんかフェードアウトじゃないんですけど、もうコーチの仕事がほとんどになっていったり、あとはこう物を書くということがやっぱり自分にとってはすごい好きで、人にこう得たものをお渡ししていくっていうのが好きなので、本を書いたりとか、あとは今年もね翻訳コアアクティブコーチングの翻訳をさせていただいたんですけど、そういうふうなこう翻訳だったり、英語は全然本当にこう受験英語の英語なんですけどね、そういうふうなことをさせてもらってるってこともあります。じゃあそれが大体そのプロコーチとして一本立ちしていくのがいつ頃なんですか？2000何年頃？もうほとんど同時ですね。コーチング学んで1年ぐらいで、もうかなり今までやってたコンサルティングをコーチングに変えていくっていう。すごい。でチームでねコンサルティングしてたんで、私だけがやってたわけではないんですけど、何人かで戦略コンサルの人とか広告業界の方とか、そういう方とチームを組んでやっていたところを、私はもうコーチっていう役割でそこに関わるっていうふうに決めて、その新規事業立ち上げの、例えばエンジニアさんが新しくその持ってる技術を事業化するって言った時に、そのコンサルティングはせずにコーチングってことでその方の伴走をするっていう、それをかなりたくさんやってきました、当時は。なるほど。じゃああとはそれが大体2000だから2000そうですね、3年とか4年ぐらいになりますかね。まだあれですもんね、ここまでお話しいただいても15年前ですもんね。そうですね。すごい。あえてだからコーチングで出会うこと自体が多分他の方というか一般的な平均年齢よりだいぶ若めに出会ってますよね。それラッキーでしたね。減価償却もすごい。人生でこう減価償却できるから、本当になんかあの時に若くて出会ったっていうのはすごいラッキーだったなって思います。その後の15年間はどんな感じですか？別にはしょる必要はないんですけど。
そうですね。その駆け出しの頃はそうやってこういろんな機会を得て実地でコーチングをさせてもらうってことをしてたんですけど、うん。そこからやっぱトレーナーに行く、トレーナーっていうのはこうコーチングを学んでプロコーチやりたいと思ってる方に今度トレーニングおはい。伝えしていくっていう風なトレーナーをあのやり始めたんですね。うんうん。そうですで、ね、いつ私は頃ですか？独立、それがですね、そうだな、私がもう30歳になるかならないかぐらいだったので、まあ、本当に独立して10年経つか経たないかぐらいですかね。うんうんうん。28区ぐらいの時にトレーニングを受けてた記憶があるので、ああ、なるほど。はいはいはい。はい。なので、プロコーチになってからはもう5年、6年っていうところですかね。うん。なので、同時にそういう方をトレーニングするっていう、スーパービジョンっていうね、許可をもらって、クライアントさんとのコーチングのセッションを録音したものを聞かせてもらって、フィードバックをするとうんうんうんか、うんうん。あとはワークショップの中でワークショップをリードしていくとか、そういうふうなことを始めていくっていうのが始まります。そうですよね。もううん、その頃私も出会わしてもらってるという。そうですね。はい、本当にね、ワークショップのリーダーだったんでですね、鍋ゆきさんがですね、うん、時の。で、そこからもうずっとコーチングとトレーニングというところで、で、あと、プライベート的な部分でいくと、うん、どんな。そうですね。ちょうど今年で結婚して10年なんですよね。はい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 。だからなのその頃でで、すね。そうなのでこうかなり前半、あの2000年から2010年ぐらいまでは、うん。かなりキャリア的に自分の好きなことをこう学んで、それを追求して深めていって、それをこううん。伝えるってことをすごく駆け抜けたような10年だったんですけど、はい。2010年からこの10年っていうのは、まあ、結婚して出産をして、で、うん。子供を育てて、で、その中で、まあ、リーダーシッププログラムってさっき言ったコアクティブリーダーシッププログラムっていうのがあるんですけど、まあ、リはい。トリート形式の宿泊型のね、1週間近く合宿をする、それを10ヶ月の間に4回やるっていうプログラムなんですけど、そうですね。3ヶうん、月に1回、下界とは連絡取らずに、ね、山ごもりで合宿をするというあれですね。はいはい。それです、それです。それのトレーナーにも、はい。オーディションっていうのがあるんですよ、そのトレーナーになるための。はいはい。なんでそのオーディションを受けて、うん。で、合格をして、それの役目をさせていただくっていうことなんですけど、それも結婚して、出産してから、1人目が1歳の時ですかね、うん。応募してオーディション、アメリカだったんですけど、オーディションははい。行って、で、合格させてもらって、で、日本でやり始めるっていうことをしたので、はい。そこからの10年は、まあ、リーダーシップと、まあ、トレーニングっていうのも、トレーナーとしてはすごくこう、ある意味こう、もうキャリアとしては落ち着いてきて、うん。新しいことに手を伸ばし、そして出産をして、で、子供3人、まあ、途中流産も1回してるので、まあ、そういうふうな経験も持って、今たまたまに20年経って、で、マタニティリープっていう、その経験からの、皆さんにお届けしたいなっていう、まあ、私の経験だったり、知恵だったり、皆さんにとって役に立つだろうなっていうものをお届けすることを、まあ、今年からまたはい。立ち上げてやり始めたっていう流れになります。そういうタイミングですよね。うん。そういうタイミングでまたインタビューをさせていただいてるという、そんな感じで、またマタニティリンクっていうものをですね、ご紹介、ちょっと第2部のお仕事探訪編で、ぜひ伺いはい。たいと思うんですけども。ちなみになんか最後にじゃないんですけど、経はい。歴の中で、いやなんか、うん。そう考えると本当に MBA を、取得という表現でいいんですかね。したはい。頃と今って、まあ、もちろんそのラインが違うわけじゃないんでしょうけども、うん。でも、まあ、全然違うじゃないですか。で、なんとなく勝手な想像ですけど、その頃のご友人たちっていうのは、ゴイゴイそうん。の道を行ってるんじゃないかなっていう気うん。もするんですよね。で、鍋さんはコーチングっていう方に今行ってるじゃうん。ないですか。なんかそういうのってなんか、昔の友達からなんか不思議に思われたりとかってあるんですか？そうですね、不思議に思ってるかもしれないですね。でも、ああ、やっぱりっていう部分もあるかもしれないですね。へえ。一番ビフォーアフターで言われるのは、うん。まあ、これコーチ仲間に言われたんですけど、やっぱり出産とかをして、子育てを始める前と後では、やっぱりすごいこう穏やかさとか、うん。あとこう広さみたいなものの雰囲気が全然違うっていう風に言ってくれたことがあるんですよ。
うん。なので、いいとか悪いとかっていうことはまあ別としても、昔はなんかすごくまっすぐだったし、すごく狭かったし、怖いもの知らずみたいなところもすごくあったと思うし、まあ、そういうふうな走り方や生き方をしてたなっていうふうに思っていて、今はどちらかというとこう横の広がりっていうんですかね、広さとか、あとはこう深さとか、なんかそんなものにすごい自分が魅力も感じるし、なんかそういったもののことをベースにね、仕事をさせてもらったり、人生の中で探求してるっていう感じがしています。なるほど。なんかね、マタニティという経験によってそういう広さもできたというふうにも聞こえてくるので、第2部でその辺を興味深く伺っていきたいと思います。では、第1部まず、経歴編以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。突き抜けてますよね。なので思い切った挑戦とかをね、結構笑いながら言ったりします。仕事が飽きない、いつまで行っても終わらないんだけど、そこにすごく自分が成長を感じたり、ちなみに本当に何度も言いますけど、私英語ペラペラじゃないんでね。